おはようございます。たかしです。本日は4月17日水曜日、ただいま8時18分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日の冷やしは陽線なんですが、上髭も下髭も出ている、上がったり下がったりというのを方向感なくしていたっていうのがわかりますね。ここのところですが、この、直近の高値、このあたりですね、192.5 付近っていうのがすごく上値が重くなってきているのがわかりますね。そのあたりまで差し掛かれば、残りは全部上髭になっているという状態です。で、昨日も一旦上昇したんですが、結局、この黄色いライン付近が意識されて、直近の高値もそうですが、ずっとこのあたり直近の高値が意識されて、上値を抑えられて、ローソク足としては長い上髭で終えております。基本的には今、日足、GMMA の向きを見ていただいてもわかるんですが、上昇トレンド中なんですね。ですので、下がったところを買っていくっていう、押し目買いスタンスで考えておくのがいいんですが、やはりここのところの動きっていうのはちょっと難しくなってきております。もしかすると、現在地付近、192.5 付近を上抜けられないのであれば、ここからダラダラと下落していくという、そういうことも考えられますし、現在は高値圏での揉み合いですので、この揉み合いを上抜けてくると直近高値 193.5 付近まで上昇すると考えます。今はこの揉み合いを上抜けできるのか、それとも上抜けできなくってダラダラと下げていくのかっていうところを見ておきたいです。では4時間足です。先日から引いておりましたオレンジの水平線が意識されてきてますね。昨日も一旦上昇して192.6 付近のこの水平線を一旦上抜けたんですが、次のローソク足でほぼほぼ全戻しをされているという状態です。昨日は上昇して下落してというところで、日足としては陽線なんですが、方向感なく上がったり下がったりっていうのを繰り返しているというそんな感じですね。ただ直近の動きを見ていると上昇トレンドなんですね。GMMA の青帯で、昨日はサポートされての上昇になってきております。先週金曜日からの上昇、そして月曜日も大きく上昇して、しっかり押しをつけての上昇っていう風にも見えてきますので、そして高値も若干ですが、月曜日の高値から昨日の高値は上値を切り上げてきてますよね。ということは1時間足では上昇トレンドを作っておりますし、今は上昇のそういう局面には入ってきておりますので、基本はこの GMMA の青帯の上で動いている間は上昇しやすいというところを見ておきたいです。なので下がったところを買っていくという感じですね。で、昨日大きめの陰線をつけたんですが、その後気迷い線が出て、そこから本日は上昇するのかなというふうにも見えてきます。ただストキャスティクスまだ下落中ですので、上値は重くなりそうですので、もう一段の下落、昨日の安値付近までのもう一段の下落をしてくる可能性は考えておきたいです。では1時間足です。1時間足を見ると上昇トレンドが綺麗なのがわかりますよね。この金曜日から上昇、そして昨日一度押しをつけてからの上昇、そして高値超えというところで、先ほど言っていた4時間足のオレンジの水平線、ここは明確には抜けられていないんですが、1時間足で見ると上昇トレンド中、そして GMMA の青帯の上で綺麗に推移しておりますので、本日は今 GMMA の青帯、サポートされての上昇になるのか、そして昨日の高値を超えてくるのかっていうところに注目です。ここから上昇していくのであれば、ここですね、このオレンジの水平線 192.9 付近、だいたい193円付近ですね、そのあたりが次のターゲットになってきますので、その辺付近までの上昇を見ておきたいです。今この昨日の流れが継続するのであれば、昨日は GMMA の青帯でサポートされてますので、本日も今現在地付近からの上昇っていうところは考えておきたいんですが、4時間足ストキャスティクスがまだ下落中なのと、1時間足のマクディが弱いので、もしかするともう一度下落、昨日の安値付近まで下落していくっていうことも考えられるので、まずはこの GMMA でサポートされるかどうかっていうところを注目して、ここでサポートされないのであれば、昨日安値付近まで下落していく。そして昨日安値を下抜けると、ここダブルトップでの下落になるので、結構大きめの下落が考えられるので、その辺の流れに乗っていけると面白いと思います。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円は相変わらずですね、昨日もじりじりと上昇してきております。上昇の仕方としてはすごくわかりにくいんですね。ストキャスティクスも高値圏にあるので、ここから買っていくのはちょっと難しいかなと思います。ただとはいえ、じりじりと上昇してきているので、下がったところを買っていくという感じですね。上がっているから買っていくではなくって、一度押しをつけたから買っ
っていくという、そういう考え方を持っておくと安全なトレードができると思います。では4時間足です。昨日の動きすごくわかりにくいですよね。今結構急激に上昇している感があります。GMMA の青帯ではなく赤帯の方に沿って上昇してますよね。で、昨日のこれエントリーポイントとしてはこのヒゲ先ですね。一度昨日急落しましたよね。このあたりっていうのはすごくエントリーポイントとしてはやりやすかったんじゃないかと思っております。4時間足も今ストキャスティクス高値金ずっと張り付いてますよね。MACD はデッドクロスしそうになってきてますので、そろそろ一度押しをつけてもいいのかなというふうにも考えますが、今みたいなこういうじりじりとした上昇っていうのはエントリーポイントがなくて難しくなりますので、昨日みたいなこういう下落があるとエントリーはしやすくなってきます。では1時間足です。トレンドラインを引いておりましたが、そこまでの下落にはならずに、昨日一度大きめの急落をしておりますね。ですのでこの黄色丸をつけたこのあたりっていうのはエントリーしやすかったんじゃないでしょうか。本日も今ちょっとこの今までの上昇に比べて上昇幅が少し緩やかになってきたのがわかりますかね。そうするとこのままダラダラと下落してくるような、そういう動き方になってくるかもしれません。基本は今1時間足の GMMA の上で動いてますので、下がったところを買っていく押し目買いなんですけれども、やはりここのところ昨日の後半ぐらいからの動きを見ていると少し上値が重い、そしてこの高値更新をなかなかできなくなってきてますので、そう考えると一旦の下落は見ておきたいです。ただ下落といってもそれほど大きな下落はイメージしておりませんので、基本は少し下がったところから買っていくっていう、そういうイメージですね。もし昨日みたいなこういう黄色丸の急落があれば、そこはチャンスと思っておくのがいいと思います。ただ今このトレンドラインに沿って上昇してきておりますので、トレンドラインぐらいまでの下落は考えておいてもいいと思います。ですのでドル円に関しては少し下げたところから短く買っていくとか、昨日みたいな急落が起こればそこは買い場と考えておくのが良さそうです。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。